皆さんこんにちは。ラーエコ生物チャンネルです。今回は絶滅したステラー海牛に最も禁煙な呪文を見に三重県の鳥羽という場所に来ているよ。この鳥羽にある鳥羽水族館では絶滅危惧種に指定されている呪文やラッコが唯一飼育されている場所だから楽しみにしていてね。ということで今回の旅行の予定を紹介。まず1日目は伊勢神宮に行ってお参りをする。そして船に乗ってリアス式海岸を見てから島スペイン村で遊んで1日目は終了。2日目に夫婦岩を見に行ってからメインの鳥羽水族館に行こうと思うよ。それでは出発。はい、まずは予定通り伊勢市にある伊勢神宮の内宮と下宮、そして伊勢志摩国立公園に行ったのだ。でかい地中海の雰囲気を醸し出す船に乗ってアゴ湾のリアス式海岸を見て回るのはとても新鮮だったよ。リアス式海岸は山地や丘陵の谷に海水が入り込んでできた入り江と岬が複雑に入り組んだ海岸のことなのだが、なんとなくそんな感じが伝わってきたんだ。そんなことをしているうちにもうお昼の時間帯なので、近場にあったお店でマグロの海鮮丼を注文。このお店は海上にあって波の揺れで酔う人もいるかもしれないが、それよりも新鮮な刺身が美味しかったイメージがあるよ。マジうますぎる。早速予定通り進んでいて幸先良好。次の予定でもある島スペイン村パルケ・エスパーニに向かって出発。はい、ということでスペイン村に到着。ここには後で紹介するジェットコースターが4つあったりとマジ楽しめる遊園地でもあるのだが、名前通りスペインをイメージした街並みや建物、雰囲気を楽しめたり、ハビエル城博物館という場所では約1万2000年にもわたるスペインの歴史や文化を詳しく知ることができたり、教科書でよく落書きされている宣教師フランシスコ・ザビエルについてもかなり解説されている場所があるよ。それに夜になるとかなり盛大なナイトパレードや花火を見ることができるよ。はい。ということでそんな場所に来たのだが、面白いことに待ち時間がなく、ほぼ全部乗ることができたよ。そんな自分がおすすめの乗り物を紹介すると、まず4つのジェットコースター。これら4つは見事に種類別に分けられることができるようになっていて、キリモンセラーは小さい子やジェットコースターが苦手な方でも乗りやすいようになっていて、グランモンセラーはビッグサンダーマウンテンのようになっていて、浮遊感はないもの体感ビッグサンダーより早く、頑張って首を固定しないと前が見えなくなるくらい風圧を感じるよ。そして3つ目はスチームコースター、アイアンブルで、例えるならスペースマウンテン。室内を猛スピードで走り回るのだが、室内であえて暗いからいつ落ちるかわからないからやばいね。マジで何回乗っても最後尾だったけど、悲鳴のおかげで大体いつ落ちるか分かったから叫んでくれた子ありがとう。そして最後一番やばいやつ、ピレネー。これは勘弁してほしいね。似ている乗り物だと乗ったことないけど USJ にあるジュラシックワールドのジェットコースターかな。この乗り物は吊り下げ式で足の置き場がない上、最高100キロで疾走するのにレールが長いからマジやばい。それに円を描いて1回転するところもあるから普通にやりました。だからこの後船に乗りぷかぷか浮いて楽しむスプラッシュモンセラーに乗ったのだが、聞いていたこととは裏腹にスプラッシュマウンテンみたいに急降下する乗り物で見事撃沈。この後は個人的に面白かったシューティングゲームアルカサルの戦いなどで遊んだよ。自分の得点は4万ポイント。みんなもプレイしたことある人がいれば教えてね。そんなこんなしているうちに夜が来てしまったので、レストラン L パテオでイベリコ豚ベーコンのパエリアを食したよ。しかしそんな食べ物巡りをしてるのもつかの間、難コートが聞こえダッシュして向かうとパレードが大夢の国なんかにも負けないくらい盛大にやっててマジ面白かった。しかもその後は花火まで。そんな想像以上だったスペイン村パルケ・エスパーニを後にし、あの奥に見える場所へ向かっていくよ。ということで今日泊まる旅館はホテルスペイン村。ここもスペインを感じられる場所で、特に中庭に驚いたよ。それではい、部屋はこんな感じね。この後はさっさと温泉で気持ちよくなって寝ました。マジで色々楽しかったです。ホテル島スペイン村のひまわりの湯っていう温泉はマジ気持ちよかったよ。はい、2日目。おはようございます。今日も天気がいいですね。それはそうですよ。天気予報をチェックして予定を立てているんですからね。ということで、バイキングで朝食を食べに行く。まずはパレードでも使われていた親近感の湧く曲がお出迎え、品揃えは赤もなく不可もなくっていう感じで、ここはあまりわからないけど、スペインよりではなくごく一般的な種類だったよ。そんなことは置いといて、この後旅館をチェックインした後取る予定を発表していく。動画の冒頭でも言ったんだけど、まず30分以上かけて夫婦岩を見に、二見沖田神社に行き、15分くらいかけてお目当ての鳥羽水族館に向かっていくのだ。早速出発する前に、もうここのホテルスペイン村には戻ってこないから、隅々まで見学していくよ。さて到着しました。二見沖田神社。お目当ては夫婦岩を見ること、ついでにお参りもするんだけど、ここの行動を早くして、この後できるだけ鳥羽水族館の滞在時間を延ばしていく。それでは早速、鳥居を潜って夫婦岩のある場所まで歩いていくよ。よし到着しました。そういえば旅館から向かってる最中夫婦岩について調べたんだけど、二見沖田神社に鎮座する大小2つの岩のことで、確か左がオスで右がメスだったはずで、大しめ縄で結んだ姿が夫婦のように見えることから、縁結びや夫婦円満の象徴として知られているらしいよ。確かに言われてみれば、ほとんどの人がカップルとか夫婦だったんだ。
夏至の頃、夫婦岩の間から朝日が昇る様子を拝むことができるらしいから、多分早朝は激混みだと思うよ。自分が行った時は、朝とも言えないし昼頃とも言えない中途半端な時間でした。まあ神社で長々動画撮るのも神様に申し訳なさすぎるので、さっさと出て、この旅行の目玉である鳥羽水族館へ出発。あんま関係ないことかもしれないけど、海はとても綺麗だったよ。はい。ということでこの旅行、最後の観光スポットでもあり、メインでもある鳥羽水族館に来ているよ。皆さんも忘れちゃったかもしれないけど、この旅行の目的は絶滅危惧種に認定されていて、日本で唯一飼育されているジュゴンやラッコを見ること、特にジュゴンは絶滅したステラー海牛と近縁な種ということでとても楽しみだよ。他にもここの水族館は飼育数でも日本一だから、いろいろ期待してるよ。でも帰りの電車まで残り4時間しかないから、テキパキ見ていく。はい、まず水槽を見ていきたいところなんだけど、もう昼頃だから、鳥羽水族館内にあるレストランで、伊勢うどんを食べていくよ。いつも食べてるうどんとは違って、麺がとても柔らかくマジ美味しかったのだ。ついでに、このうどんの中には呪文のかまぼこ的なやつが入ってた。マジで可愛い。食事もほどほどにして、ちょうどよくアザラシのパレードが行われるから、それを見に会場へ向かうよ。足利中までカリックはこちら左側から行きますよ。まずは1回目、よいしょ。 OK、 続けて2回目も進んでいきます。せーの、よいしょ。 OK、 この調子で3回目も頑張って、ジャンプ決めてもらいますよ。いきます。しっかりセットして、大丈夫？くるっと OK。 元気いっぱいな女の子です。今日はぜひシルクの顔も名前覚えてあげてくださいね。あとここね、せーの、ジャンプ決まりました。マジ可愛かったし、バランス感覚とかヤバすぎたね。俺は人間超えてるぞ。まあ、そんなことは置いといて、とりあえず順番で回っていく。それで次のコーナーは B の怪獣の王国という場所で、水上にある透明なチューブなど、いろんな箇所からアザラシやアシカなどを観察することができるんだけど、自分が滞在していた時は、ずっと旋回しているやつがいて、待ってればほぼ確実に近くで見ることができるよ。めちゃくちゃ優雅に泳いでるから、自分もプールに行きたくなる。その近くにはマリンギャラリーという主に海生哺乳類を中心とした15種類で16点の骨格標本、8種類で8点の剥製が展示されているのだ。この中には呪文の骨格やラッコの標本なんかもあるよ。マジで呪文の骨だけずば抜けて太くて頑丈そう。お次は C コース。このチャンネルを知ってくれてる人なら大好きだと思う古代の海をテーマにした場所だよ。ここにはアロアナや自分家でも飼育しているポリプテルスのエンドリケリ、カブトガニなど、まあまあどこにもいるちゃいそうな古代魚もいるんだけど、なんとアリゲーターがオウムガイ、そしてめちゃくちゃレアでオウムガイの子供まで見ることができたのだ。さらには奥にキャビアだったりで有名なチョウザメがいるんだけど、チョウザメはサメの仲間ではないところに注目して、隣のサメの水槽と比べてみても面白いよ。他にも壁には魚竜の化石が展示されていたり、床には大量のアンモナイトや魚の化石が展示されてるよ。さてだんだんと呪文に近づいてきました。次はカラフルな熱帯魚やウミガメなどを広範囲に見える D コース。ここは海を題材として作られていて鮮やかなサンゴなどが魅力的だね。そして次にある E コースの題材はなんとここ伊勢志摩の海、日本の海ということで伊勢エビが大量に飼育されていたりしていたのだが、それよりも驚いたのがスナメリという小型のイルカ、なんとなく白イルカに似ているやつが伊勢にいたことに驚いたのだ。こういうことも知れるのいいよね。ちなみに自分みたいにこのスナメリについて知らなかった方は、この水槽を上から見れる展示場所でどんな感じのやつか知ることができるからぜひ行ってみてね。はい、お次は F コースで熱帯雨林気候のジャングルが題材となっているんだけど、ここはすごいよ。まずはカピバラがお出迎えしてくれるんだけど、それよりも同じ飼育ケースにいた鳥の方が人気があっただろって思うほど行動が面白かったのだ。またここにはメイン水槽でもいいような数のピラルクが飼育されていて驚いたよ。世界最大級の淡水魚を初めて生で見てすごく驚いたけど、マジ迫力あるね。さすが1億年間姿変えずに生きてきただけあるね。てかこいつも古代魚の場所に移行してあげてくれ。そんなことは置いといて、このジャングルワールドのメイン展示、アフリカマナティー。マジかなり迫力あったよね。動画見てくれればこの重量感が伝わると思うよ。
この後の G コースは陸の動物たちが展示されているいわば動物園なんだけど、時間がないから行こうとは思ってなかったんだけど、なんかあまり聞いたことないレアそうな猫ちゃんがいたからわざわざ行っちゃったよ。その名もスナドリ猫。なんか普段はインドネシアとかに生息してるらしいんだけど、マジ可愛いね。なんか泳ぎがマジ得意らしいからこの後 YouTube は去ってみてみるよ。ちなみに他にはクソでかいアルダブラゾウガメがいたり、ミッシッピーワニが西ゆいたりすごすぎだろ。ということでようやく呪文がいる H コースに到着。まあ言わずもがなここのモチーフは人魚伝説のモデルにもなった呪文だよ。ちなみに何だけど、隣に立派なウミガメもいるんだけど、マジクラッシュみたいに話しかけてきそうなくらいだったんだ。そんなことはさておき、このセーナという呪文マジ癒されるね。トリケラトプスとかみたいに超重量級なことが伝わってくるから出してんのに目が小さすぎる。このギャップがいいね。でも日本で唯一ここでしか生息していないのは裏腹に、思ったよりは人がいなかったよ。それは理由が次の I コースに行けばわかるよ。ここは日本でここしか飼育してないラッコが2種類と、パンダみたいな色分けいるか。そしてバイカルアザラシが展示されてるんだけど、あまりにも人気すぎて人数制限。入場にはなんと40分待ちでマジ驚いた。でも並んでみて分かったけどラッコが可愛すぎて並んだ価値はあったと思うわ。色分けイルカもとても綺麗だったよ。あの黒白の2色に見事分けられてるのがすごい。でかどのイルカでも優雅に泳いでるから本当に気持ちよさそう。はい、ということでもう時間も少ないから見たいものを見に行ったよ。というわけで、今回の呪文を見に行く旅はどうだったかな。初めて三重県に行ったんだけど、観光スポットとかどこも面白かったり、綺麗だったりして大満足だよ。個人的には水族館も良かったけど、ディズニーとかみたいに全然並ばないスペイン村はマジおすすめ。並んだとしても10分くらいでマジ早いよ。みんなも今年の夏休みに行った場所どうでしたか？ぜひこの動画を見て行きたくなったら、行っちゃってみてください。概要欄にそれぞれの URL を載せとくよ。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。今後上の編あげます。